薬の時間です。突然の実写動画ではございますが、本日はこの LSD にまつわるグッズというものが、いくつか私もこの15年に及ぶ、LSD 生活の中でちょっと違法っぽいな LSD を、遊んでいく中で、集めたものもありますので、今日はそちらの動画を撮っていきたいというふうに思います。まずはこの私のずっと15年前からずっと買ってるこの LSD ですね。ちょっと反射してますけど、ここがねもう傷がいっちゃってるんですけどね、15年も遊べばしょうがないっていうことですね。初回限定版でございまして、ディスクと後ろに1時間に及ぶ、音楽 CD がついているということで、こちらですね。ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイナマイツ。ダイヤモンズはビートルズの曲ですね。一応通常版っていうのもどうやらあるみたいなんですけど、僕はなかなかほとんど見たことないということなんですけれども、そしてこの LSD には、この発売当時に2つのアイテムが、リリースされておりました。この LSD& リミキシーズという、サントラですね。そして、ラブリースイートドリームという、アートブックなんですけれども、なんと今回こちら両方揃いました。ついに揃いました。まずはこちら LSD& リミキシーズ。こちらは、ゲーム内に、ちょっとこれが映ってますけど、ゲーム内に収録されている、オープニング曲が主に、メインで入っているような、CD となっております。ちょっと汚れてるな。今でも、一応探せば手に入る一品かなというふうに思いますので、で後年にこれが2018年にリマスターもされてるんで、そっちを買ってもいいかなというふうには思いますが、これが一応、発売当時、リリースされていた公式のサントラということになります。こちらにね、帯じゃないんですけど丸い帯が、キクテクノキク薬噛んだLSD& リミキシーズというふうに書いております。ケンシーさんとかね、ミュージックさんとかね、このアウトアスマオは佐藤治さんなんですけれども、こんな豪華面々が、参加しております。ジミー・テナーとかもね、音楽聴いたりしますけどね。はい、ということでまずは、LSD& リミキシーズでございました。こちらは私が、紙粘土で作った手作りのリネン君なんですけれども、あまり気にしないで、ちょっとでかいからね、ちょっと下がっていただいて、次がこちら。これをね、私ずっと探し求めていまして、もう15年、一応ショップとか、出てたんですけど、メルカリとかにも出てたんですけど、メルカリに出てたっけ、ヤフオク両方あったかな。高いんですよね。これ今10万円ぐらいするんです。こっちは1万円、1万から2万ぐらいで買えるんですよね。こっちはねもう10万、8万から10万クラスで、 LSD の本体の方も今8万から10万クラスで、こっちもなかなか、入手するのが大変なんですけれども、こちらがねこんな感じで、いろんな、作家の方だったりデザイナーの方だったり、が参加しているものなんですけれども、 LSD 自体が、OSD という開発会社の、ライターの方が書かれた、西川さんという方が書かれた、夢日記が、モチーフになっているんですが、この夢日記をまとめた、ゲームです。10年にわたって書き留められた夢日記、この夢日記のアイデアをベースにしてゲーム LSD が生まれました。そして今度は、10年分の夢の断片と80名の、アーティストのコラボレーションとして1冊の本が生まれました。ゲーム LSD とはまた異なる夢の世界、それがラブリースイートドリームですということで、こちらに、このねポリゴンリネンクが見れるのもね、なかなかこの1冊のね特徴かなというふうに思います。こんな面々が、参加しております。中にはね知ってるっていう人の名前もあるんじゃないかなと思います。坂本龍一さんとかもね参加してるんですね。あとは今グルービジョンズも、現役でデザインやってるところでありまして、あとはケンシーさんもここ書いてますよ。ちょっとこのラインに書いてますねとか、も有名な方々も参加していたり、デザインじゃないその音楽家の方々、あとは石井真嗣さん、小説家の方ですねも、縁があるということで参加している、そんな、
珍しい奇妙な一冊なんですよね。こんな感じで夢日記をもとにその人がデザイナーだったりアーティストの方々が、絵だったり写真だったりっていうのを描いていると。赤ちゃんだけれど顔は大人って、これはゲームの LSD にも出てくる、そんな一節なんですけれども、それもこんな感じで、絵になっているということでございます。これ実はね、先日、リスナーさんから購入させていただいて、まだ全部読めてないんですけれども、また今後じっくり、楽しんで、読んでいきたいなというふうに思います。以前ね、友達が持ってたんで、一緒に見させてもらったこととかはあるんですけど、はがき好きでございます。はい。これはですね、現在、国立国会図書館の方でも実際に読むことができます。あれはデータベースでデジタルで読める場合もあるんですけど、この一冊に関しては実際に行かないと見れないと思いますが、一応見れるということになっておりますので、ぜひ、近くに立ち寄った際には、見るのも可能な一品ですので、これなかなか買うのは難しいんですけど、手に取ってみてはいかがかなというふうに思います。続きましてお次は、買えない買いづらいものを紹介していてもというのもありますので、ぜひ買ってほしいものとしては先ほど言いました LSD& リミキシーズの、再販というかリマスターが出ているものがありまして、それが LSD リバンプドという、CD になっております。サインいただいてますね、私ね。はい。2018年に、ほぼ同じ内容なんですけれども、あとはちょっとだけ2018年版にリミックスされていたり、リミキシーズといって、さらにまた別の方がリミックスしているものもあります。はい、ということで、一番手っ取り早く買うんだったらこれかなというふうになりますね。Amazon とかでも売ってるんじゃないかなというふうに思いますので、これはちょっとなかなか手に入らないよっていう方はぜひこっちを聞いてみることをお勧めします。また、これがですね、その2017年にこの佐藤治さんが、活動を公に再開したというか、中止してたわけじゃないんですけれども、頻繁に作曲などを行うようになり始めたのが2017年なんですけれども、そこからいくつか CD を出しておりまして、こちらが、トランスフォームドコレクションという、ものですね。こちらどういうことかというと、今まで佐藤さんが手掛けたゲームの、曲が、たくさん収録されているということになっております。このトランスマイグレーション、トンノーの曲とかですね、あと、インリンボザ・サイレントドリーム、これは LSD の、ムービーの中で、流れていた曲だったりっていうのを、一曲にした、そういう、珍しい曲ですね。これめっちゃテンション上がりましたね。などなど、東京プラネットとか中天とかもあります。バナテンはあれですね、ローリーポーリーズって書いてますね。ローリーポーリーズの曲で、カムオン&っていう LSD の、オープニング曲も、この中に収録されているというわけです。これも、入手できると思いますので、ぜひ購入されてみてください。これは、エクストラサンライズっていう、これはトランスフォームドコレクションの、特典 CD もありました。そしてルーツですね。これは、書いてますね。佐藤さんのルーツをたどった、LSD のフィールド京都だったり、あるいは自然界太陽の橋とか、この京都サイコとかっていうのが、京都の曲、サンフラワーは太陽の橋、そして、ネイチャー自然界ですね、自然界のフィールドも、曲としてゲーム内の BGM をさらに曲にしたっていうものが、こちらにも入っておりますので、ぜひこのルーツも、聴いてみるといいのかなというふうに思います。そしてこのルーツの特典 CD はファックスファクトリーっていうものがありまして、これファックスファクトリーってこっちの方多分ちょっとごめんなさい、ファックスファクトリーここにありますね。実際にゲームの中でも使われている、
曲の、リミックスバージョンも、収録されているのが特典でありました。特典は今さすがにちょっと買おうとしたらついてはないかなというふうには思うんですけれども、ぜひ、この CD 自体は買うことができますので、ぜひ買ってみてはいかがかなというふうに思います。ここからは、グッズとはまた異なるんですけれども LSD にまつわる、ちょっと珍しいものも、簡単に紹介していきたいなというふうに思います。まずは、この LSD リバンプドという CD、 もともと LSD リバンプドっていうのは個人開発の人が LSD2 リメイクみたいな感じで、個人開発で作ったゲームをさらに踏襲して、佐藤さんが CD にしたという、経緯があるんですけど、リバンプドのなんかリリースパーティー、リリースイベント、ライブがあって、そちらに僕も遊びに行った時にお酒をね、バーみたいな感じで、佐藤さんが梅酒をつけて、それをドリンクとして振る舞っていたりもしたんですけど、そこでいただいた酒瓶があります多分これ一点物なんじゃないこれ珍しいですよね。 LSD リバウンドって書かれております。はい。さらにこちら、さっきのリリースパーティーとは関係ないんですが、以前も動画で取り上げましたこのエレベーターの中から、目覚まし時計が出てくるっていう、イベントのと同じ型番の 4RA756 という型番の目覚まし時計となっております。私もね買ってからずっと使い続けているのでちょっと傷がついたり汚れたりしていてあれなんですけれども、これもヤフオクのデッドストックで出てきたものを買わせていただいて、これをずっと使って毎朝けたたましく鳴らしております。これも紹介した動画があるのでぜひ見ていってください。最後は、非売品ではあるんですけれども LSD が発売された時発売される前に LSD というゲームが出ますよという販売促進をしていたわけなんですけれども、そちらでのグッズを紹介したいと思います。まずは、見たことある方もいると思います。実際に見たことある方はどれくらいいるか分かりませんが LSD 緊急創刊号という販売促進雑誌でございます。これがね1998年7月16日に発行されているということなので、発売する3ヶ月前にねこのようなものがどこで配られてたのか分かりませんが、配られてたようです。人間やめたいっていうね、俺マリオ27歳っていう私の、実況でも一番最初に使ったかな、そんな内容もあります。これ開発のスタッフさんですねだそうです。こんな感じで、あとその LSD リミックスシーズとかラブリースイートドリームも販売しますよって。なんかここデザインが違うんだけどなんか変わったのかな、もしかしたらこのデザインから、今のちょっとどこ行ったこれだ、このデザインに変わったのかなっていうふうに思いますね。この時はまだちょっとパッケージデザインが変わってたのかもしれないということですね。で、いろいろこういうゲームの紹介のページだったり、あとはなんで LSD 作ったのかっていうインタビュー、佐藤さんのインタビューもあったり、あとはねなんか変わり種なんですけれどもパッケージデザインの紹介とかアウトアズマオって誰とかっていうことだったり、あるいはねこの、原宿でこうやって、いつだったっけ、7月16日から8月18日まで、原宿の BMS ジャパン B ギャラリー、佐藤さんもライブしてたことがある、場所ですね。近年かどうかわかんないなもうそういうところで100着限定で T シャツを売っていたという、ことがありましたね。これはねちょっと僕も探したこともねたくさんあったんですけど1着も見つかったことがないと持ってる方いたらぜひ、私写真でもいいから見てみたいというふうに思っております。こんな紹介だったり、あとは LSD クッキーの作り方、これ違法じゃないですよ、全然合法ですレタスオビウム、スカルキャップ、ダミアナ LSD というハーブが入った LSD クッキーですめちゃくちゃ合法ですと、こうやって、さっき言ったラブリースイートドリームの紹介のページだったり LSD ライダー量ですね、という、全部にしちゃったまあざーっと
紹介させていただきました。そして、販売促進にはこれね、僕の100均で買ったあれなんですけれどもこの中にはポストカードを私入れておりまして、こんな感じでポストカードを、販売前に1998年に配っていたという過去もあります。98年、佐藤さんが作った、1枚目のデザインの、ものですね。これが多分こういうデザインがさっきの LST-T シャツに含まれていたのかなという気がします。で、001とありますが、こんな感じ、これね、10月22日解禁と書いておりますがね、ポストカードになっておりました。これが003ですね。2がない、2がないんですけれども、こんな感じでたくさんあるんです。これ佐藤さんからサインもらったやつなんですけれども、これ僕このデザインが一番好きっていうので、パッケージの色配色に似てるリネン君のね、リネン君とリネン君が写ってるちょっと俺のリネン君やっぱりちょっとクオリティが低いはい、こんな感じで4で、これが7で、これが21、めっちゃ飛びましたね。21で、これが確かこのリバンプドの時かな、も別の回かな、別の佐藤さんの展示会かの時にも、このポストカードが、持って帰っていいよっていう感じで、配布されておりました。で、僕は実はそれよりもずっと前にこの販売促進の、冊子と、これがこのポストカード16枚セットが16枚セットだっけ、何枚セットか忘れちゃいましたけど、昔にヤフオクであったのを購入していて、その存在は先に知っていたということなんですけれども、その頃から揃ってはなくて、佐藤さん自身も揃いで全部揃っている持っているわけではなかったようなので、こうやってちょっと穴の抜けている、ものが、いくつかあるということになります。こんな感じですね。かっこいいよね。もうミニマル黒と黄色、怪しいデザインですけどね、ちょっとねそうなってくると危険色みたいなね。47で、全部でいくつあるかはちょっと私も100ぐらい、やっぱ100着あるのか、100着分作ったのかな。T シャツと同じ枚数だけ作ってるのかもしれないんですが、私が持っているのがこの57で最後ですね。あとはトンノーってね、トンノーのポストカードも持ってますね。はい、LSD のこのミニカードみたいなのも、実はありまして、こんな形で、多分全部で7枚かなというふうに思うんですが、7種類、私は持っております。これが一番好きで、これを一時期スマホの待ち受けにしてましたね。で、これは、表なのか裏なのか分かんないですけど、裏面になるとこう開発途中のスクリーンショットみたいなのも、映っているというような内容になっています。これはアスミックのロゴもあるので、アスミックと連動した、紹介だったのかな。今アスミックエースになってますけどね、当時はアスミックという、名前でございました。こうですね。はい、名月って書いてますね。明月荘ミニチュア広場京都。これはいろんな自然界ですね。全部自然界。寺院だな、寺院入ってるな、明月荘もいたりとかいろいろですね。で、これは寺院、戻しちゃった、寺院団体で、これが自然界、これはハッピータウンですね。バイオレンス街はない。もしかしたら他にもいろいろ種類があるのかもしれないですね。特に見てほしいのはこの一番好きな私のこのものなんですけれども、ハッピータウンなんですけど、ハッピータウンの緑の床ってないんですよね。これだからテクスチャがねいろいろ追加される前、ハッピータウンのプロトタイプ版の、スクリーンショットので書かれたデザインのカードということで、結構レアなんじゃないかなというふうに思います。これも確か昔ヤフオクで手にしたことのあるじゃない、ヤフオクで、入手することができたカードでございます。そんなわけで私が集めた LST グッズは以上となります。持ってないものはもう本当に LST-T シャツかなと思います。あとはこのポストカードの、全部揃ったら嬉しいなって思ったりもしますが、一通り、このね3つが三種の神器と言われている LST 界では三種の神器と言われているこの3つが、ついに先日揃ったので、今回私やっとこの動画が撮れると思って
紹介させていただきました。この3つは特に、ネットでもまだ買えると思いますので、ぜひ皆さん手にしてみてください。この2つもね、たまに出てはいるんだけど、すごい高いです。はい。なので、もし見かけることがあったら、もしなんかお店とかで、安くで手に入る機会がありましたら、もう迷わず手に取っていただくことをお勧めいたします。それでは本日の動画は以上です。お疲れ様でした。お大事に。